皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。また1時間のポッドキャストを撮ります。このポッドキャストではできるだけ自然でわかりやすい日本語で話をしていきます。はい。今日は12月の19日です。あと10日ほどで2025年が終わります。来週にはクリスマスがあったり、その後お正月が来たりしますが、皆さん風邪などひいていないでしょうか？日本では今すごくインフルエンザが流行っているんですよね。マスクをしている人もとっても多いです。空気もすごく乾燥していますね。はい。で、学校では学級閉鎖がたくさん起きています。学級閉鎖というのは、あるクラスだけインフルエンザが増えてお休みになるというものです。そう、例えばこの A というクラスではインフルエンザや病気の人が10人以上になったのでお休みをします。3日間授業がありませんというようなものです。はい。だから学校全体がお休みになるというわけではないんですよね。この学級閉鎖が起こり始めると、また冬が来たなっていう感じがしますね。で、そして、インフルエンザに関係して、あとは冬だなって思うことがあります。それは受験シーズンが始まるということですね。日本では1月から受験の本格的なシーズンが始まります。1月、2月、3月にたくさん試験があって、受験生は一番大切と思っている時期です。だからこの12月くらいから自分がインフルエンザにかからないか、みんなドキドキしていると思います。もしこの時期インフルエンザにかかってしまったら、勉強する時間もすごく減ってしまうし、当日にインフルエンザにかかってしまうと、受験自体できなくなってしまうんですよね。そう、めっちゃ大変ですよね。だから、もちろんみんな対策をして、毎日緊張しながら生活をしていると思います。例えば、インフルエンザの予防接種を打ったり、あまり人が多いところに出かけないようにしたり、健康的な生活を心がけたり、いろいろな予防をしています。でも、インフルエンザの難しいところって、自分がどれだけ気をつけていても、かかるときにはかかってしまいますよね。そう。だから、本当に自分の受験の時を思い出しても、すごく緊張する時期だったなと思います。はい。皆さんもね、インフルエンザ、他の風邪とかコロナとか気をつけて生活をしてください。はい。それでは今日のポッドキャスト、いろいろなトピックでランダムに話をしたいと思っています。まず最初に今年の漢字について話をします。はい。今年の漢字というのは、その一年を、振り返ってこういう一年だったなというのを表す漢字のことです。日本で特に有名なのは、日本漢字能力検定協会が発表する漢字です。今年は18万9122票集まったそうです。みんなが今年の漢字はこれがいいと言って投票をしたんですね。そして決まった漢字は、熊という漢字でした。熊。なんか本当にみんな熊に悩まされた年だったんですよね。以前、ポッドキャストを作ったんですが、日本で今年の秋ぐらいからすごく熊による被害が増えたんですね。いろいろなところで
人が住んでいるところに熊が現れて人を襲ったり、悪いケースでは命を落としてしまう人もいました。で、人間対熊なので、人間は頭を使ってなんとか対策をしていたんですが、やっぱり被害は結構大きくて大変でした。なので、みんな熊に悩まされて熊という漢字を投票したんだと思います。はい。で、他にも2位、3位になった漢字は、米と高いという字です。米は確か去年もすごく候補に上がっていたと思うんですが、米がね、本当に高くなっていました。米不足がありました。で、高いというのは多分物価のことですね。物価がすごく上がって、みんな生活がすごく苦しかったので、この漢字を選んだ人が多かったんだと思います。はい。皆さんにとっての今年の漢字は何でしたか？私にとっての今年の漢字は、引っ越すの越すかな。引っ越しをね、パラグアイからしたので、かなりライフスタイルが大きく変わった年でした。はい。次はクリスマスについて話をしたいと思います。皆さんの国のクリスマスはどういうふうにお祝いをしますか？クリスマスツリーは飾りますか？はい。今ね、後ろに見えているように、私の家ではクリスマスツリーを飾っています。もちろん、フェイクのグリーンですね。はい。で、日本ではフェイクグリーンのクリスマスツリーを置く家がほとんどだと思いますね。本物のもみの木を買ってきて置いている家はとても少ないと思います。そもそも本物のもみの木を買うのが難しいということと、家もそんなに広くないんですよね。友達がイギリスに住んでいて、本物のもみの木を買っていました。本物のもみの木をたくさん置いている広場に行って、好きな形のもみの木を選んでいました。で、すごく素敵だなと思ったんですが、とっても大きかったですね。日本の家にはなかなか置くことができないサイズだと思いました。日本では、大きい家って結構少ないので、小さいツリーを買ったり、あとは半分のツリーというのも最近見つけました。半分というのは、ツリーを上から見たときにスパッて縦に切った状態のツリーです。で、その切った面を壁に当てて飾るんですよ。そうすると、遠くから見ると、ちゃんとした一本の木のように見えるんですね。これを初めて見たときに、なんて素晴らしいアイディアだと思ってびっくりしました。だから、できるだけ小さなスペースで飾りたい人とかは、そういう選択をするのもいいかなと思います。で、その半分ツリーを見つけた時には、私はもうツリーを買ってしまっていたので、ずっと5年ぐらいこのツリーを使い続けています。そう。で、オーナメントもいろいろありますよね。日本でよく売られているオーナメントの中にセットで買うというのがあります。ニトリとか、イケアとか、そういうお店には必ず置いてあります。シルバーとか赤、ゴールドとかの色でだいたい統一された感じで、飾るだけで全体がとっても可愛く見えるものですね。私はそういうのを買おうかなって最初思っていたんですが、ちょっと、なんか可愛いツリーというのを作りたいよりか、思い出を飾っていきたいというふうに思ったんですね。なので、旅行をした時に見つけた可愛いオーナメントをたくさん飾っています。
たくさんといってもまだまだ本当に少なくて、これからいろいろなところに旅行してもっと増やしていきたいなと思っています。そう、だから数年後に見たときに、ここの国、地域に行ったよね、みたいなのを思い出すことができていいかなと思います。はい。で、あとは、クリスマスといえば、最近すごく日本で流行っているものがあります。それがアドベントカレンダーと言います。聞いたことがありますか？アドベントカレンダー。日本人の中では結構最近知っている人も増えてきていると思うんですが、知らない人もまだまだいるかなっていうようなものです。そう、うちで今作ったんで、これね、作ったアドベントカレンダーで、今日が19日なので、まだ19日より前までしか空いていないんですが、これは12月1日から24日までのカレンダーになっている箱のことです。で、一つ一つにこうやって窓のようなものがついていて、1日になったらここを開けて、2日になったらここを開けて、というふうにカウントダウンしていくものですね。で、いろいろなアドベントカレンダーがあって、例えばお菓子のアドベントカレンダーとか、あとはコスメ、化粧品とかのアドベントカレンダーもあります。あとはお茶のアドベントカレンダーやコーヒーのアドベントカレンダーもあるみたいです。なんかこうスーパーとかショッピングモールを歩いていると最近本当によくアドベントカレンダーを見かけます。なんかコーヒーのアドベントカレンダーとかやってみたいなって思っているんですけど、もう気づいたらね、12月も後半になってきていて、もう間に合わない。間に合わないなと思っています。多分来年はコーヒーのアドベントカレンダーを買ってみようかなって思っていますね。これってどこの文化なのかな？アメリカなのかな？ちょっとアドベントカレンダーの発祥の地はわからないんですけど、はい、これが一つ最近日本で流行っているものですね。はい。で、あとね、これちょっと今日みんなに紹介しようと思って持ってきたもの。これがシャンメリーという日本でクリスマスによく飲まれる飲み物です。シャンメリー、シャンパンみたいなもののノンアルコールバージョンです。はい。ちょっと開けてみます。そう、中は普通にこんな感じで、もう私が子供の頃からこれはずっとありました。クリスマスになったら子供はこれを飲むっていうのが、よく行われていることでしたね。今もスーパーに行ったらたくさんのシャンメリーが並んでいます。味は普通のジュースなんですけど、ここを開けるのが結構難しい。ドキドキする飲み物です。そう、今開けてみようかな、どうしようかなってちょっと思ってるんですが、他のもあるので紹介します。これはなんかポケモンのやつですね。これはクリスマス当日に飲もうかなと思っているんですが、マスカット風味らしいです。はい、いろいろな味があって選ぶのがすごく楽しいです。もうこれ開けれるかな？ちょっと今ね、すっごく喉乾いてて飲みたいです。キャップをナプキンなどで覆い、矢印の方向へ回す。すごく大きな音がするんですよ。だから、ちょっと緊張します。開けてみます。怖い。開きました。開きました。無事開きました。よかった。もうこれを、開けるときに、ポンって上に飛ばしてしまう人って結構いて、上にね、ガラスの何か照明があったりしたらすごく怖いですよね。今も私すっごく今心臓がドキドキしています。
よかった。じゃあ、グラスに入れて飲もうと思います。これはいちご味かな？いちご味だったと思います。わあ、シャンメリー飲むのなんか、何年ぶりだろう。これはもちろん、なんかパラグアイにはないものだったので、数年飲めていなくて、楽しみ。ピーチ味だそうです。いただきます。うん、美味しいです。あ、普通のソーダですね。はい。ソーダなんですけど、なんか、この、結構、安っぽい味なんですよ。別にすごくシャンパンと似てる味とかそういう感じじゃないのが、逆に懐かしいですね。うん。はい。喉乾いてたので、よかったです。元に戻せないので、軽く蓋を閉めておきます。あ、ドキドキした。これでガラスが割れたりしたらもう、ポッドキャスト撮れないと思っていたので、無事に開けられてよかったです。はい。で、あと、クリスマスといえば、食べ物ですね。クリスマス皆さん何を食べますか？日本ではチキンとケーキがメインでよく食べるものかなと思います。はい。チキンはなぜチキンを食べるかというと、ケンタッキーの影響ですね。ケンタッキーフライドチキンの CM の影響というふうに言われていて、最近ではもう大体みんなチキン食べてるんじゃないかなって思いますね。うん。我が家でもよくクリスマスにはチキンを食べています。あとは、そのケンタッキーの、お店で予約をして、こういう大きいクリスマス、なんていうのあれ、バケツみたいなやつを買ってくる人もすごく多いと思います。うん。あとはケーキですね。ケーキは白い生クリームを使って、いちごを乗せたケーキがすごく有名というか人気でみんな食べると思います。はい。うん、やっとイチゴが旬になってきて、12月の頭くらいからイチゴがスーパーに並ぶようになりました。うん、なんかパラグアイにいた時は、イチゴは季節関係なく売られているものだったんですよね。でも日本では12月くらいから5月くらいかな。うん、それぐらいの短い時間しか味わうことができないものなんですね。うん、だから、なんか、クリスマスになったらやっとイチゴが食べられるなっていう、みんな気持ちになりますね。はい。で、あと、なんか話したかったことがあって、プレゼントについてです。クリスマスといえば、やっぱりプレゼントをすごく楽しみにしている人が多いと思います。日本でもクリスマスパーティーって友達とか家族とか、うん、いろんな人でこうやるものなんですね。でそういう時に必ずプレゼント交換ってします。うん、日本の面白いところは、かなりの確率で金額が指定されていることが多いです。うん。だから、例えば、友達とのパーティーで、みんなで3000円以内で、選んできて交換しようよということ、うん、本当によくあります。それが金額がパーティーによって違いますね。1000円でやろうとか、500円でやろうとか、それぞれそのパーティーによって決められる金額というのは違います。で今年も結構何件かクリスマスパーティーのそのプレゼント選びみたいなのをしたんですよ。そう、自分の娘のクリスマスパーティーで、息子のクリスマスパーティーとか、いろいろあったんですよ。で、それで、なんか人のプレゼント選ぶのって本当に大変だなって思ったんですね。皆さんは人にプレゼントを選ぶのって得意ですか？なんか私は好きなんですけど、結構
難しいなって思っています。なんか人にプレゼントをして、喜んでもらうのはすごく嬉しいんですけど、とにかく選ぶまでに時間がかかるんですよ。多分考えすぎなところがあって、これをもらったらその人は喜んでくれるかな、なんかもっといいものあげれたんじゃないかなみたいに考えてしまうんですね。クリスマスパーティーとかもそうだし、誕生日プレゼントとか、あとは結婚祝い、出産祝い、あと家を建てた時の新築祝いとか、本当に日本ってプレゼントをあげるタイミング多いと思うんですよね。で、これまでいろんな人にいろんなプレゼントをあげてきたんですけど、その選ぶのがね、大変。そう、大変という話をしたいかったんですよ。まあ、簡単だなって思うのは、出産祝いですね。出産祝いは、子供を産んだ友達にあげるもので、結構、何でも嬉しいんですよね。何でも、自分も実際子供が生まれた時にもらったら何でも嬉しかったんですよ。子供のものって今まで持っていなかったので、何にもない状態だったらどれもらっても使えるじゃないですか。服とかだと、たくさんあるうちの一つだから、いつかは使ってもらえるし、いいですよね。そう。あとは、髪飾りとか、靴下とか、いっぱい子供って必要なものがあるので、その中のどれかをあげることって結構簡単かなと思います。で、一番難しいなと思うのが、結婚祝い。結婚祝いって本当に難しいなって思っているんですね。なぜなら、物をプレゼントするのが日本では普通と言われています。で、その家庭を築くときに長く使ってもらえるようにとか、幸せになりますようにとか、いろいろ考えるんですが、なんか好みって人によって全然違うじゃないですか。だからマグカップ一つ買うとしても、このマグカップをあげたら、その人は5年、10年、割るまでずっと使わなきゃいけないのかって思うと、どんなデザインにしようってすごく悩むんですよね。これはちょっと可愛すぎるかなとか、これはちょっとなんか使いづらいかなとか、2つ買ったらカップルで使えるけど、いつか家族ができるかもしれないから、4つの方がいいかなとか、本当にね、考えすぎるんですよね。なんかどうでもいいことをすごく考えてしまって、決められないんですよ。あと、新居祝いもすごく悩みますね。新居祝いというのは、家を新しく買ったり、建てたり、引っ越したりした人に対して何かプレゼントするという文化で、日本では結構、初めて友達の新しい家に遊びに行くときに渡すプレゼントなんですね。そうで、大体みんな新しい家に引っ越したときって結構やりたいインテリア、デザインみたいなのがありますよね。その中に自分が何か物を持って行って使ってもらえるのだろうかみたいな不安があるんですよ。ね、だからもう最近一番いいなって思っているものは、なくなるものをあげるのがいいかなって思っています。例えば、ハンドソープ。ハンドソープって大体の家が使うじゃないですか。トイレに置いたりね、洗面所に置いたりしますよね。そう、だからそういうものだったら何ヶ月か使ってもらって、で、終わったら捨ててもらえるのでいいかなって思いますね。あとは自分がもらって嬉しいものといえば、花とか嬉しいですね。花も
やっぱり、もらった時は華やかですごく嬉しいけど、数日でもう枯れていくじゃないですか。なくなっていくので、残り続けないという意味ですごくいいと思いますね。うん。あと自分が新居祝いでもらって嬉しかったものは、ちょっと高級な調味料とかをもらうととっても嬉しかったですね。うん。高いオリーブオイルとか、自分じゃ買わないような醤油とか味噌とか、そういうものをもらった時はすごく嬉しかったです。うん。だから最近はもう何をあげようか考えた時に、まずはなくなるものから選ぶようにしています。うん。皆さんはどうしてますか？物をもらって嬉しいですかね？うん。若い時、20代の前半とか、それぐらいだった時は、物をもらったらすごく嬉しかったんですよね。うん。自分も一人暮らしを始めて、そんなに時間が経っていないので、家に物が少なくて、可愛いものをもらうとすごく嬉しかったんですよ。でもだんだんやっぱり年齢を重ねると、家にあるものも増えるし、大体のものは自分で選んで買うようになるので、なんか物をもらうのってあんまり嬉しくないかもって思うようになりましたね。もちろんもらうのはありがとうって思うんだけど、人にはあんまり物をあげないようにしようって思っています。はい。皆さんはどうですかね。どう思いますか？はい。あと、全然クリスマス関係ないことなんですけど、日本の不思議な風習として、内祝いという文化があるんですね。それは、例えば結婚祝いであげたプレゼントの半額ぐらいのものを返すという文化があります。そう、これは出産祝いとかでもそうです。出産祝いに何か服をプレゼントしたら、だいたいその服の半額ぐらいとか3分の1ぐらいの金額のものを返すという風習があります。それを内祝いというんですね。確かもともとは、そのお祝いをしてくれた幸せな気持ちを相手にも返す。お祝いしてくれて、幸せな気持ちをあなたにもという意味で、内祝いっていうのが存在すると思います。そう、でもね、私は内祝いが結構いらないなって思ってるんですよね。うん。だって、例えば出産祝いに1万円のものをあげて、5000円返すって、なんか、なんでって思いませんか？ね、なんか、出産して疲れているのに、そうやって相手にプレゼントを考えるのも大変だし、なんかそんなに、考えなくていいよって私は思うんですよね。だから友達に何かプレゼントをあげるときは、うち祝いはいいよって断るようにしていますね。うん。言っても、そうは言っても返してくれる人も結構いるんですけど、うん、そう、うち祝い。不思議な、不思議な文化。なんか、だなと思いますね。はい。じゃあ次は、なんか本当に今日何話そうって感じで、もうあと、年末まであと1個か2個くらいしか動画が撮れないなと思ったら、なんかいろいろ話したいことはあるんですけど、なんか最近話すのがすごく下手くそになってしまって、なかなか動画が撮れないんですね。この前も動画を撮っていたけど、なんかうまく話せなくて、その動画は使えなくなりました。そう、ちょっとね、こういう、しばらく動画を撮らない時期が空いてしまうと、どうやって
日本語って喋っていたっけっていうのがわからなくなるんですよ。ですごくフィラーが増えてしまってわかりづらくなったり、考える時間が長くなってしまって、カットしないといけない部分が増えたり、本当にね、最近ちょっと長い動画が難しいです。はい。じゃあ次は、そういう内祝いの時にも感じることなんですけど、日本人が感じている社会的なプレッシャーについて話をしたいと思います。社会的プレッシャーというのは、こうしないといけない、こうでなくてはいけないってみんなが感じているもののことです。日本って本当に周りと合わせる人がすごく多いので、この社会的プレッシャーがすごく強い国だと思います。で、まず最初に感じる社会的プレッシャーは、外見、人の見た目についてのプレッシャーです。細くないといけないというプレッシャーがあると思いますね。特に女性、男性にもあるけど、特に女性にあると思います。はい。日本って多分細い人が多いっていうイメージを皆さんも持っているかなと思います。食事もすごくヘルシーな国だし、もともとのね、持っている骨格も結構細めの骨格なので、他の国と比べると太りづらいかなと思います。でも、そういう食事とか以外の部分でも、社会的なプレッシャーによって、太らない人が多いと思うんですね。はい。で、最近はもう SNS が原因かなと思いますね。SNS でたくさんのダイエット動画が出たり、すごくスタイルのいい人が自分のモデルのような食生活を紹介したりすることが本当に多いです。で、そういうのを見てみんなかっこいいな、そういう風になりたいなって思いますよね。それを思うこと自体は間違いではないというか、そう思うことは自由だと思うんですが、相手の誰かの体型について口に出すこともすごく多いんですね。例えば、芸能人がちょっと太っただけで、なんか太ったとか、丸くなったみたいに、口に出して言う人がすごく多いと思いますね。それは、芸能人とかモデルに対してだけではなくて、一般人同士でもそういうことってよくあります。私が子供の頃から結構ちょっと太り気味だったので、そういうふうにね、言われることすごく多かったです。ちょっと足太いよねとか、もう少し痩せたらもっと可愛くなるのにねとか、そういうふうに冗談みたいに言ってくる人ってすごく多いんですね。言ってくる方はそんなに深刻なつもりはなくて、冗談とか、その会話の中の一つの、トピックだったりするんですよ。でもやっぱ言われる方は、すごく心に残りますよね。傷つく人も多いと思います。私は傷つくっていうか、自分ってそんなに細くないんだな、スタイル悪いんだな、みたいな。別にね、傷ついてはないけど、当たり前に自己肯定感を下げていましたね。それが普通みたいな。私ってスタイル悪いの普通って思いながらずっとね、生活をしていたんですよ。はい。もう今は別に自分の体型がどうでも自分のことを好きになれているんですけど、やっぱり年齢が低いと、それが原因で自分を好きになれないっていう人もすごく多いと思うんですよね。一つ覚えている出来事があって、
大学生の時の話です。大学生で私は海外で研修するみたいなプロジェクトに参加したことがあるんですね。で、それで、リトアニアの女性と話をしていた時に、相手になんか細いよねとか、体型なんかスリムだよねみたいに言われたんですよ。で、その当時の私は、もう当たり前に自分はスタイル悪いと思っていたので、みたいな。ノーノーノーって言って、で、本当だったら、いや、もっとなんかスタイル良くなりたいとか、筋肉つけたいとか、そういうふうに言えたらよかったんですけど、あんまり英語が得意じゃなくて、あんまり知っている体型についてのワードがなかったんですよ。だから、I'm fat って言ったんですよ。No, no, 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 I'm fat って言ったんですよ。その時の、もう相手の女性のびっくりした顔が今でも忘れられないですね。何を言ってるんだ、この子はって。多分、その女性の、基準で言うと、日本人ってめちゃくちゃ痩せている人たちだと思っているので、そんな人が私は太っているって言い出したら、それはびっくりしますよね。うん。そう。で、なんか当たり前に自分のことを悪く言う私にも多分すごくびっくりしたと思います。うん。で、なんかそのびっくりした顔を見て私は、あ、これってあんまり良くないことなのかもしれないって思ったんですよ。自分のことを、いや、私太ってるしとか、いや、私って可愛くないしとか、そういうふうに低く言うって、誰に対しても良くないことなのかなって思ったんですよ。自分も自分で傷つけてるし、相手も別に嬉しくないですよね。そう、そんな、いや、太ってないよ、太ってないよって必死でその女性は言ってくれましたけど、そうそう。でも日本は本当にそういうふうに自分はずっと体型が悪いとか、もっとスタイル良くならないと可愛いって言ってもらえないって思っている人、とても多いと思いますね。うん。なんか、あと、みんなが目標にしているスタイルいいっていうのが、めちゃくちゃ細いんですよね。うん。だから、どんなに頑張っても、その目標に到達することって難しいんですよ。なかなかない。そう。で、ずっとその体型を目指して、365日ダイエットをし続けている人って多いと思いますね。うん。私ももう何年もずっとダイエット中みたいな感じなので、そういうふうに言っている人はすごく多いと思いますね。うん。どうですか皆さんの国では、相手の体型についていろいろ言うことはありますか？細くないと可愛くない、美しくない、みたいな考え方はありますかね。うん、はい。で、男性はちょっと私男性になったことがないのでわからないんですけど、うん、よく言うのは中年っぽい体になったなとか言われる人は多いかもしれないですね。中年っぽい体というのは、ちょっとお腹だけ出てるような体型のことですね。お酒をよく飲んでいる人とかは、やっぱりお腹が出てきて、ちょっと丸い感じの体つきになることがあると思います。うん。はい。そう。あとは、見た目で言うと、顔ですね。最近すごく整形する人も当たり前みたいになってきているんですね。多分韓国の方とかは共感してもらえると思うんですが、そのプチ整形とか美容医療みたいなのがとても盛んになってきています。金額的にも処置的にもすごくハードルが低くなってきていると思います。で、そういうふうにハードルが低くなってくると、みんなやっぱり綺麗になりたいと思って、そういう手術をする人って増えているんですよね。うん。そう、だからこれは、社会的プレッシャーというか、
ブームでもあると思うんですけど、それでもやっぱりパッチリ二重の人が可愛いとか、鼻がこうシュッて細くて高い人が可愛い。顔が小さい人が可愛いとか、散々もういろんなメディアで聞くので、そういうのに影響されている人はとっても多いと思いますね。そういうプチ整形でちょっと怖いなって思うのが、時代ってやっぱりすごく変わりますよね。だからこの時はすごく可愛い顔だったけど、整形して10年経ったらもうそのブームが過ぎてしまうっていうこともよくあると思います。だからね、やっぱり社会的なブームとかプレッシャーに乗り続ける、それに従い続けるっていうのも結構リスクがあるかなと思いますね。はい、次の外見に対する社会的プレッシャーは化粧ですね。メイクです。日本の会社では化粧をしていないとちょっとみんなから注意を受けるかもしれないですね。ノーメイクがあまり社会人としては良くないというふうに思われています。相手に対して失礼とかマナーが悪いとか、そういうふうに思われることがあります。で、外をノーメイクで歩いている人も結構少ないと思いますね。それが恥ずかしいことと思っている人も結構多いと思います。私は、人と会わない時とかはノーメイクで歩いたりするんですけど、同じ街の中って結構狭いので、誰か知り合いに会うことがありますね。そういう時にも本当に恥ずかしくて、ちょっと顔見ないでみたいな感じになります。はい。それが社会人だと恥ずかしいだけではなくて、ちょっと仕事に対して真剣じゃないみたいに思われることもあります。あと服装、社会人としての服装みたいなプレッシャーもあるんですね。社会人としてふさわしい服装でないといけない。ちょっと仕事ができそうみたいな服装であるということがとても大切に思われています。これは職場にもよりますね。最近はもうカジュアルな服で着てもいいよっていう職場もたくさんあります。昔は女性はパンプスじゃないといけないみたいな職場もあったんですよね。で、パンプスって本当に足が痛くなるから私は大嫌いなんですけど、スニーカーで行けるような会社は10年前は結構珍しかったと思います。せめてヒールがないパンプスがいいと言われていましたね。で、この10年、15年ぐらいの間にスニーカーがすごく女性の中で流行って、ヒールじゃなくてもいいんじゃないみたいな。仕事には関係ないよねっていうことで、最近はスニーカーで出社できる、空気の会社もたくさんあるみたいです。はい。もう本当に日本って、自分がこうしたいから、こういう服装する、格好する、メイクするとか、そういうのが、難しいなって思いますね。パラグアイに住んでいた時は、すごく肌を見せて歩いている女性ってすごく多かったんですよね。でも日本で服装が派手すぎるとか、あと肌を見せすぎているというのは、悪くはないけど、ちょっと目立ちますね。大丈夫あの人。ちょっと肌見せすぎじゃない心配みたいな風に SNS とかで言われたりすることもあります。で、次の社会的プレッシャーは、子育てとか家庭についてのプレッシャー。はい。これは、例えば、子供の教育に対して、すべて親の責任という
考え方がありますね。例えば、子供が何かいいことをした。そしたら、親の教育が良かったからだねって言われます。で、そして、例えば子供が何か悪いことをしたら、親がしっかり教育してなかったせいだねって言われたりします。これは私は半分、そうなんだろうと思うんですけど、半分は、いや、子供本人の、成長とか、子供本人の行動でしょって思うんですよね。確かに、すごく小さい子供だったら、しっかり教育していないと、正しいことができないということもあると思うんですけど、かなり大きくなった子供でも、その親の責任っていうのがついてくるんですよ。例えば、テレビに出るような芸能人で、もう30とか40の人が何か犯罪を起こします。で、その人の親が芸能人だった場合、親が記者会見を開きますね。で、私たちの子供が申し訳ありませんでしたと言って社会に対して謝ったりします。こういうのってもう大人だったら親が謝らなくてよくないって思うんですよね。でもその記者会見をする人はやっぱり社会的にプレッシャーを受けて親の責任でこうなったんだろうっていう声もたくさんあるからだと思うんですよね。たくさん多分 SNS で批判されて記者会見をするんだと思います。私がパラグアイに行った時に、すごく日本と違う文化だなって思ったことがあります。それは、パラグアイの人たちは自分の子供を褒めるということです。逆に日本人は自分の子供を人前であまり褒めないですね。例えば、親同士が話しているときに、あなたの子供って本当に賢いよね、みたいに言われたとします。そしたら、皆さんならどう返しますか？日本人の多くの人が、いやいや、そんなことないですよって言うんですよ。そう、これは結構冗談ではなくて、本当に多くの人がこう言います。そんなことない、そんなことない。さらに、子供を悪く言う人も結構います。もううちの子全然よ。もうこの前のテストなんて本当に悪かったし、普段ゲームしてばっかりよ。みたいに言う人多いですね。これを自分の親が言っているのを子供が聞いたら結構悲しいですよね。お母さん、私のことそうやって思ってたんだって感じて悲しいと思います。パラグアイに行った時は、それが本当になくて、何か子供のことを褒めたら、みんな、そうなのよって言いますね。そう、あの子はこういう子なのよって、そのままを受け入れているような感じがしました。例えば、勉強すごく得意ですよね、お子さんって言ったら、そう、あの子真面目なのよねって言って、そのまま会話が続いていく感じですね。私が最初これに気づいたとき、なんてナチュラルなんだろうって思ったんですよ。そのまま自然に会話が続いていって、子供は一人の人。で、親は親っていうのがすごくはっきりしていて、とってもいいなと思ったんですよね。なんか日本はまるで子供は自分の成功も失敗も親の責任っていうのが強い気がしますね。だから褒められたら、自慢してはいけないから否定をしなきゃいけない。そうじゃないです。そんなことないですって言わなきゃいけない感じの空気がありますね。で、子供が失敗したら親が謝るっていうのも普通です。そう。で、最近ではこうやって自分の子供を否定したり悪く言うっていうのが良くないっ
って思っている人も結構いて、で、あなたの子供踊りうまいわねとか、なんか楽器弾くの上手よねとか言われた時に、ありがとうございますっていう人も結構多いんですよね。そう。で、ありがとうございますも私はちょっと不思議だなって思うんですよ。どうですか？皆さんは不思議に思いませんか？なぜ不思議に思うかというと、褒められるのは子供なのに、親が褒められたみたいにありがとうっていうのが変だなって思うんですよ。そう。あなたの子供賢いよね。ありがとうございます。で、なんで親が言うんだろうっていうのがちょっと不思議なんですよね。例えば相手が、お母さんも教えるの大変だったでしょう。テスト良かったねって言われたら、ありがとうございます。もう私も頑張ったんですよって言えると思うんですよ。ナチュラル。それはナチュラルだと思います。でも、頑張っているのは子供だから、親が褒められているわけではなくないって私は思っています。そう、はい。なんかこれはちょっとどうなんだろう。皆さんはどう思いますか？子供が褒められたらありがとうって言いますか？はい。これがね、本当にパラグアイで感じた大きな出来事でしたね。そう。はい。で、次の社会的プレッシャー。ちょっと時間がなくなってきたので、選ぼう。恋愛、結婚に関するプレッシャーですね。男性がデート代を払うべきかどうかって皆さんはどう思いますか？日本は結構男性が払うべきって思っている人が多いような気がしますね。もちろん女性でも全然割り勘にしようって思っている人も多いし、それって本当カップルとかその人たちによるんですけど、どっちかというと男性が払う方が多いと思いますね。そう、これは男性側が女性をリードしないといけない。いつも、デートプランは男性が考えて、レストランのお金は男性が払って、みたいな、こう、なんかまるで王子様みたいな、紳士、ジェントルマンみたいなのを期待している女性もすごく多いと思いますね。で、これが結婚してからも結構続いている家庭は多くて、生活するお金は男性が払うとか、で、女性はもう家庭で、子育てをしたり、ちょっと働くにしても、そんなに多くは働かなくていいとか、そういうふうな、家庭はとても多いですね。はい。これはどうなんですかね。皆さんの国でもそうなのかな。男性がデートでおごるべきかどうかって皆さんはどう思いますか？私はなんか出してもらったらそれは嬉しいけど、なんか毎回その男性が出すのはちょっとかわいそう、かわいそうだなって思いますね。なんで女性は払わないんだろうって思うので、例えば最初のデートは男性が出して、じゃあ次は私が出すよとか、そういう交代とかがいいと思うし、カップルになったら二人で財布を作って、そこからデート代を出すとかもいいんじゃないかなって思いますね。はい。本当にこれはもうカップルによりますよね。なんか出したい男性も絶対いると思うので、そういう人は別に男性が出せばいいと思うので、なんか他人がどうこういう話でもないかなと思います。はい。で、次、結婚、出産。そう、結婚に対してのプレッシャーって日本すごく強いと思うんですよね。他の国ではどうなんでしょう。日本が遅れてるのかな。もう最近は、なんか結婚しなくても別にいいじゃんとか、子供産まなくてもいいじゃんみたいな人っていっぱいいるんですよね。実際本当にいっぱいいるんだけど、この社会的なプレッシャーだけは全然その社会の
スピードに追いついていなくて、なんか相変わらず生きづらさを感じている人すごく多いと思いますね。で、男性だったら40とかぐらいでも全然なんか独身の人って普通にいっぱいいて、何も、そんなになんか社会的に不利になることってないと思うんですけど、女性だったら30歳とかで転職をした時に、結婚して子供を産む予定はありますかとか聞かれることもあるみたいなんですよ。なぜかというと、子供を産む時に会社を少し休んだり、産休を取って育休を取ってってしないといけないじゃないですか。だから、ちょっと会社としてはその時に働いてくれる人が減るので、そういうのを聞いておく会社もあるみたいです。それはでもちょっとね、なんか、働きづらさを感じる一つの理由かなと思いますね。はい。あとは、あとは学校教育も、どうかな。学校教育でみんな一緒がいい。協調性みたいなのがすごく大事にされる文化ではありますね。なんか今のところ私は、その学校文化で大きくダメだろうって思うことはあんまりないんですよね。確かに、自分の意見を言えない人が多いとか、空気を読みすぎるとか、そういうところはあると思うんですけど、それよりも、なんか日本人として得られる協調性とか、責任感とかの方が強いかなって思うので、日本の教育が悪いとは私は思っていないんですね。まあでもこれも、難しい。自由がいいっていう人もいれば、ね、強調した方がいいっていう人もいるので、難しいですね。日本の校則ってすごく厳しいんですけど、知ってますか皆さん。髪の色とか、昔ね、私の友達ですごく元々の髪の毛が茶色い人がいたんですよ。で、その子が先生から髪の毛を染めてこいって言われたんですよね。で、黒に染めてこいって言われて、理由としては、茶色いとなんか染めてるみたいに見えるからダメって言われたんですよ。ちょっとわけがわからないなと思うんですけど、元々の色を何もしてない色をそのままでいさせてくれないんですよ。もうその子が派手な子で自分で金髪に染めてるとかならわかるけど、もともと茶色いのに黒くしてこいって言われるのはすごく不思議だなと思いましたね。はい。あとなんか自分の子供のことで言うと、髪の毛につけるヘアピンの色とかまで全部指定があるんですね。黒じゃないととか茶色じゃないととか、そういうのが結構厳しく決まっていて、大変だなって思いますね。なんか個性をやっぱりちょっと抑えていくのが日本の教育のやり方なんですよね。でも多分それは、可愛いヘアピンとか可愛いゴムとかをつけていたら、羨ましいとか、ちょうだいとか、そういうトラブルになるので、決まった色しかつけてきたらダメですよっていうことだと思うんですよ。なんかちゃんと理由があるんですよね。はい。では、こんな感じでいろいろ話をしました。なんかね、うまく話せなくて、ちょっとカットが多い回になってしまったかもしれないですけど、はい。今日はこんな感じで終わりたいと思います。トランスクリプトをPatreonで配っていますので、ぜひそちらも見てみてください。それでは今日の動画がいいねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。